こんにちは。日本語学習ポッドキャストへようこそ。皆さんこんにちは。日本語の旅へようこそ。僕はホストのレンです。今日のテーマを聞いた瞬間からテンションが上がっています。ひなさん、今日もよろしくお願いします。こんにちは、ひなです。今日のテーマは本当に大好きで、話しているだけで夏の夜の空気とか屋台の匂いとか太鼓の音が聞こえてきそうです。リスナーの皆さん、ぜひ目を閉じながら聞いてみてください。今日のテーマは日本のお祭りです。お祭りというのは英語でフェスティバルにあたる言葉で、日本では祭りまたはお祭りとも言います。日本には地域ごとに何千ものお祭りがあって、地域ごとというのはそれぞれの地方、エリアごとにという意味です。それぞれに独自の歴史と文化があります。日本のお祭り文化はとても奥が深い。奥が深いというのは表面だけでなく、深く知れば知るほど面白いという意味の慣用表現です。単なる楽しいイベントではなく、神道や仏教、農業、地域の歴史が絡み合った文化的な行事なんです。絡み合うというのは複数のものが複雑につながり合っているという意味です。では今日は日本のお祭りの基本的な意味と種類から始まって、有名なお祭りの紹介、そしてお祭りで使う日本語までたっぷり話していきましょう。まずひなさん、お祭りはそもそも何のために行われるんですか？祭りという言葉の語源は祭るという動詞から来ています。祭るというのは神様や祖先の霊に対して礼拝したり、供え物をしたりして敬意を示すことです。つまり祭りの根本は神様への感謝と祈りなんです。根本というのは物事の最も基本となる部分のことです。お祭りは神様の神事がルーツなんですね。神事というのは神様に関係する儀式や行事のことです。外から見ると楽しいイベントに見えますが、その背後には深い宗教的文化的な意味があるんですね。背後というのは物事の裏側、見えないところにある部分のことです。そうです。祭りには大きく3つの種類があります。1つ目は神社の祭りで、地域の神社が主催するその地域の神様を祀る行事です。2つ目は仏教系の行事で、お盆や地蔵盆など仏教に関係するものです。3つ目は農業や季節の行事で、豊作を願ったり自然の恵みに感謝する祭りです。豊作というのは農作物がたくさん取れることです。みこしというのも祭りの象徴的な存在ですよね。みこしというのはどういうものですか？みこしは神様が乗る乗り物のことです。豪華な装飾が施された腰を大勢の人が肩で担いで街中を練り歩きます。腰というのは人が乗る運搬具のことです。練り歩くというのは大勢でゆっくりと歩いて回ることです。みこしを担ぐことは神様を街に迎えて祝福をもらうという意味があります。みこしを担いでいる時にわっしょいわっしょいと掛け声をかけますよね。わっしょいというのはみこしを担ぐ時に全員で合わせる掛け声で、一説には和を背負いが変化したものとも言われています。全員の息が合う瞬間のあの一体感は最高です。一体感、あれが祭りの一番の醍醐味かもしれません。醍醐味というのは物事の本当の面白さ、一番の魅力のことです。知らない人同士でもみこしを担いでいると仲間になれる、あの感覚は唯一無二だと思います。唯一無二というのは他に同じものがない、この世に一つしかないという意味です。屋台も祭りには欠かせない存在ですよね。屋台というのは祭りの会場に並ぶ食べ物の露店のことです。どんなものが売られていますか？屋台、話すだけでお腹が空きます。電解板はたこ焼き、焼きそば、お好み焼き、焼き鳥、唐揚げなどのご飯系。甘いものはかき氷、りんご飴、わたあめ、チョコバナナ。遊び系の屋台は金魚すくい、射撃、輪投げなどがあります。射的というのは小さな銃で竹を撃つゲームのことです。では日本の有名なお祭りを紹介していきましょう。まず全国的に有名な三大祭りから。三大〇〇というのは日本で最も代表的な3つのものを指す表現です。日本の三大祭りといえば何でしょう？一般的に言われる日本三大祭りは、京都の祇園祭、東京の神田祭、大阪の天神祭です。ただし諸説あって、日本三大祭りは地域によって違う意見があることも面白いところです。諸説あるというのは、いくつかの異なる意見、説が存在するという意味です。祇園祭はとても有名ですよね。どんなお祭りか教えてください。
祇園祭は京都の八坂神社が主催する7月に1ヶ月かけて行われる日本最大級のお祭りです。最大級というのは最も大きいものの中に入るという意味です。ハイライトは山鉾巡行で、山鉾というのは精巧な装飾が施された巨大な山車のことです。山車というのはお祭りで引き回す大きな飾り車のことです。山鉾は海外からも動く美術館と呼ばれるほど精巧な装飾が施されていますよね。精巧というのは細かい部分まで丁寧に作られた高い技術を要する作りのことです。タペストリーや彫刻など歴史的な美術品が飾られているものもあると聞きます。そうです。中には西洋から輸入されたタペストリーが飾られた山鉾もあって、戦国時代から江戸時代にかけての国際交流の名残が見られます。名残というのは過去のものが今も形として残っている様子のことです。祇園祭は1150年以上の歴史があるんですよ。ねぶた祭りも世界的に有名ですよね。青森のお祭りですね。ねぶた祭は最高です。ねぶたというのは武将や神話の登場人物などをモチーフにした巨大な発光する張り子の出汁のことです。張り子というのは型に紙や布を貼り重ねて作る工芸品の技法です。夜に光り輝くねぶたが街を練り歩く光景はまるで幻想的な別世界です。幻想的というのは夢の中のような現実離れした美しさのことです。ねぶたの掛け声はラッセラーですよね。一度聞いたら忘れられない掛け声です。他にも印象的なお祭りはありますか？秋田の関東祭りも有名です。長い竹竿に何十個もの頂点をぶら下げて、体のさまざまな部分でバランスを取りながら支える妙技が見どころです。妙技というのは見事な技術、驚くほど巧みな技のことです。額、肩、腰、手のひらで竿燈を支える姿は本当に圧巻です。圧巻というのは見ていて圧倒される素晴らしすぎる場面のことです。星で支えるんですか？それは見てみたい。それからよさこいソーラン祭りも日本全国に広まりましたよね。よさこいソーランというのは鳴子という楽器を持って激しく踊る現代的なお祭りダンスの一形式です。鳴子というのは手に持って振ると音が鳴る木製の道具のことです。日本には変わった個性的なお祭りもありますよね。ユニークなお祭りを教えてもらえますか？ユニークというのは他にはない独特の面白さがあるという意味です。あります。まず生ハゲ、正式には生ハゲ指導祭り。秋田の伝統行事で、生ハゲというのは鬼のような恐ろしい仮面をつけた神様で、泣く子はいねが、泣く子はいないかと叫びながら家々を訪問します。子供にとっては恐怖体験ですが、怠け心や悪い行いを戒める神様なんです。戒めるというのは、いけないことをしないよう警告するという意味です。泣く子はいねが。外国人が見たらびっくりするでしょうね。でも子供への教育的な意味があるんですね。裸祭りも外国人が驚く日本のお祭りですよね。裸祭りは岡山の西大寺会陽が最も有名です。冬の夜にふんどし姿の男性たちが暗闇の中で神木という木の棒を奪い合います。ふんどしというのは日本の伝統的な万世用内編のことです。神木を掴んだ人にその年の幸運が訪れると言われています。幸運というのはいいことが起こるという運のことです。真冬にふんどし姿で争う。それはかなり過激なお祭りですね。過激というのは激しすぎて普通ではないという意味です。でもそれだけ真剣に神様へのお参りをしているということですね。信仰の深さを感じます。信仰というのは神様や宗教的なものを深く信じ敬う気持ちのことです。北海道の札幌雪まつりも忘れてはいけません。札幌雪まつりというのは毎年2月に開催される雪と石で作った巨大な彫刻作品を展示する冬のお祭りです。有名建築物や人気キャラクターを雪で精巧にレプリカした石像は本当に芸術レベルです。石像というのは雪で作った彫刻のことです。札幌雪まつりは毎年200万人以上が来場する世界的に有名なイベントですよね。
来場するというのはその場所に来ることです。日本のお祭りは本当に規模も種類も多様で、多様というのはいろいろな種類があるという意味ですが、それが日本文化の豊かさを表していると思います。お祭りで使える日本語のフレーズも教えてください。観光でお祭りに参加したい外国の方が覚えておくと役立つ表現を。まず、屋台で使う表現。〇〇一つくださいは、〇〇を一個くださいという意味で一番使います。いくらですかは値段を聞くときに。美味しいは食べた後に。そして屋台のゲームではもう一回が使えます。もう一回というのはもう一度という意味です。もう一回は絶対必要ですね。金魚すくいでも射的でも負けた後に。他に覚えておくといいフレーズはありますか？神社でのお参りの時に使う言葉も大事です。二礼二拍手一礼というのが神社でのお参りの基本作法です。礼はお辞儀、拍手は手を叩くことです。2回お辞儀して2回手を叩いて1回お辞儀して祈る。作法というのはその場にあった正しいやり方、手順のことです。賽銭を入れることも忘れずに。賽銭というのは神社や仏閣の賽銭箱にお金を入れてお参りすることで、神様への感謝とお願いを込めてお金を納めるものです。金額は多くなくても OK で、気持ちが大切です。おみくじも忘れずに。おみくじは運勢を占う紙で、大吉、中吉、吉、小吉、末吉、凶、大凶の順番で運勢が書かれています。いい結果は財布などにしまって持ち帰り、悪い結果は境内の木の枝などに結んで帰ります。境内というのは神社や寺の敷地内のことです。ひなさん、お祭りにまつわる忘れられない思い出や体験はありますか？小学生の時に初めて一人で地元のお祭りに行った夜のことを今でも覚えています。浴衣を着て友達とはぐれてしまって人混みの中で迷子になって。人混みというのはたくさんの人が混み合っている状態のことです。最初はパニックになりかけたんですけど、そこからどうなったんですか？屋台のおじさんが「どうしたの?」って声をかけてくれて、かき氷を一つくれたんです。大丈夫？お父さんお母さんは？って。そのかき氷のいちごシロップの味とお祭りの提灯の光と太鼓の音、あの夜の全部が今でも鮮明に残っています。鮮明というのは記憶や映像がとてもはっきりとくっきりと残っているという意味です。見知らぬ人の温かさが思い出に刻まれたんですね。見知らぬというのは知らない、会ったことがないという意味です。お祭りにはそういう地域の人々のつながりや温かさが生きていますよね。お祭りは人をつなぐ場所だと思います。まさにそれがお祭りの本質だと思います。本質というのは物事の最も大切な中心にある部分のことです。神様への感謝だけでなく、地域の人が集まって見知らぬ者同士が笑顔を交わして一緒に何かを楽しむ場所、それがお祭りの一番大切な意味だと思います。ひなさん、恒例の素早い質問コーナー、一言で答えてください。一番好きな屋台フードは？いちごのかき氷。理由は言わなくてもわかりますよね。さっきの思い出ですね。人生で一度は行ってみたいお祭りは？祇園祭の山鉾巡行。あの規模と歴史を直接体感してみたい。体感というのは体全体で感じ取るという意味です。浴衣と祭りの屋台、どちらを先に楽しみますか？浴衣を着てから屋台。浴衣姿で食べる屋台飯は格別ですから。お祭りを一言で表すとしたら？そうですね。心が帰る場所。どんなに時代が変わっても太鼓の音を聞くと体の奥から何かが目覚める気がします。日本人の DNA に刻まれた感覚だと思います。刻まれたというのは深く記録されて消えない状態のことです。心が帰る場所、最高の言葉ですね。お祭りは過去と現在をつなぎ、人と人をつなぎ、個人と神様をつなぐ、日本文化のすべてが凝縮された場所だと思います。凝縮というのはエッセンスが一つの場所にギュッと詰め込まれている意味です。リスナーの皆さん、もし日本に来る機会があれば、ぜひお祭りの時期を狙ってきてください。浴衣を借りてきて、屋台を食べ歩いて、みこしを追いかけて、言葉が話せなくても笑顔と美味しいとすごいと2と5で十分楽しめます。今日はお祭りというテーマで、その歴史、種類、有名祭り、屋台文化やお参りのマナーまで本当に充実した内容でした。ひなさん、ありがとうございました。リスナーの皆さん、楽しんでいただけたら高評価、登録、シェアをよろしくお願いします。またお会いしましょう。わっしょい。
わっしょいで締めるのが最高です。皆さん、さようなら。またお会いしましょう。ラッセー